皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。数値計算では計算値に必ず誤差が入ります。この誤差が大きい場合、システム解析が困難になります。そこで本章では、丸目誤差程度での計算が可能な超高精度数値計算を特集します。この最初の動画では、数値計算を超高精度で行うとは何かについてお話しします。微分方程式からなる数式モデルを作成したら、次にこれをコンピューターにより解かなければなりません。この時使用する数値計算法は微分方程式のタイプに応じて異なります。また同じタイプの式であっても、おそらく原理の異なる計算法を使用できます。計算値の精度は選択した計算法に大きく依存します。よって、その計算原理をある程度理解しておく必要があります。なぜならば、コンピューターによる数値の記憶に限界があるため、計算値に必ず誤差が生じるからです。コンピューターの画面上に16桁の数値が表示されたとしても、その計算値は真の値と全く一致していないかもしれません。研究者は計算値の精度に常に注意を払う必要があります。計算値の最初の3桁が正しいならばそれで十分です。なぜなら、そうであれば誰でもグラフ用紙の全く同じ位置に計算値をプロットできるからです。一方、1回の計算値の精度が3桁程度で、この計算値を使って計算が何度も繰り返されるとき、最後の計算値は誤差の蓄積により信用できなくなります。前述のように数値計算では常に誤差が発生します。計算誤差には様々な種類があり、この中でほぼいつでも生じるのが丸目誤差です。倍精度では15ないし16桁での計算が可能です。今、ある式へ適当な数値を代入し、計算値を16桁で表示させた場合、それには最後の数桁に高い確率で丸目誤差が含まれています。この丸目誤差は、計算値をメモリーに格納する際に最後の桁を四捨五入、コンピューター上では二進数で計算が行われるため0捨1入することで生じます。しかし何度も繰り返し計算を行う場合、切り上げ切り捨ての操作の確率は等しくなると推測されます。よって計算が丸目誤差の範囲内で行われるならば、計算時の精度は丸目誤差程度に保たれる可能性があります。実際、私はこのような値が繰り返し使われても、計算値は丸目誤差の範囲で精度よく保たれることを確認しています。私は丸目誤差程度で計算値を得ることができる計算法を超高精度数値計算法と定義し、長年にわたってこのような計算手法の研究を行ってきました。超高精度計算を行うと様々なメリットが生じます。最大のメリットは、計算値を絶対的に信用できるため、基本的にその精度をチェックする必要がないことです。チェックが必要であると思うときでも簡単に済ませることができます。例えば、学生へ数値計算を依頼した場合、私は学生が持ってきた計算結果をそのまま信用することができました。これにより、システム解析を短時間に完了することができました。前述したように、計算値は最終的に3桁程度正しければ十分です。
この精度をいつでも保証できるようにするため、私は超高精度計算法の開発が必要であると判断しました。どのような計算法でも予測できない精度低下が起こることがあります。しかしながら、超高精度計算法では精度低下の頻度は少なく、最終的には十分すぎる解を得ることができます。超高精度計算では、計算時間が長くなると心配する人がいるでしょう。確かにそうなることがありますが、逆に短くなることもあります。また、超高精度計算の話をすると、そのような高精度の計算値は必要ないという人がいます。超高精度計算の目的は、丸目誤差程度の超高精度解を得ることではありません。最後の解を少なくとも3桁程度の精度で常に得るようにすることです。私はこの目的を達成するには、超高精度計算を行う以外にないという結論に対し、この計算法の開発を始めました。他にもあると思いますが、次のようなもので超高精度計算が可能です。また、計算条件によっては計算値が超高精度になる計算は次の通りです。超高精度計算法によれば、計算値にいつも安心感を持つことができます。パソコンが身近なものとなり、これを使って倍精度計算が可能なので、超高精度計算法は研究開発の大きなツールになります。以上述べたことにより、私は新たに一つの章を設け、超高精度数値計算法についてお話しすることにしました。ここでは超高精度が可能となるシステム、その計算原理などを紹介します。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。チャンネル登録をお願いします。また、多くの人に視聴していただくため、できればいいねボタンも押してください。それでは次回の動画まで。ごきげんよう。